厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は録音時代以降最高のピアニスト、そしてロマン派音楽を大成した作曲家との呼び声も高いセルゲイ・ラフマニノフをご紹介します。今年2023年はラフマニノフ生誕150周年ということもあり、様々なコンサートで名作が演奏されている人気の作曲家ラフマニノフですが、生前は激しく非難されることもありました。今日はラフマニノフの名曲をたくさんお聴きいただきながら、ラフマニノフの人生についてご紹介します。チャンネル登録をしてぜひ最後までご覧ください。ラフマニノフは1873年、ロシアの自然豊かなノブゴロドに生まれました。ラフマニノフ一家はロシアの貴族の家系で、祖父はアマチュアのピアニスト、母もピアニストで、父もピアノを弾いていました。ラフマニノフも音楽の才能に恵まれ、聴いただけの曲も完璧にピアノで演奏できたと言われています。そんなラフマニノフが9歳の頃、大きな転機が訪れます。領地経営に苦しんでいた家が破産したのです。一家は領地をすべて手放し、ペテルブルクに移住しました。しかしペテルブルクに到着した1週間後のことです。ラフマニノフ兄弟はペテルブルクで猛威を振るっていたジフテリアに感染してしまいます。ラフマニノフは回復しましたが、残念ながら妹が亡くなってしまいます。家の没落と子供の死が重なり、両親の関係はうまくいかなくなっていきました。そして父がとうとう家族を置いて家を出て行ってしまったのです。ラフマニノフは愛情深かった父との別れにショックを受け、心に傷を負ってしまいました。ラフマニノフはペテルブルク音楽院に編入していましたが、その学校生活も父との別れの後から徐々にうまくいかなくなってしまいます。ペテルブルク音楽院に通い始めた頃は、ラフマニノフはとても成績優秀でしたが、それに安心した教授たちは他の生徒の指導にかかりきりになってしまったのです。ラフマニノフは徐々に学校に行く意味を感じられなくなっていきました。学校に行くふりをしてこっそりスケート場に通う日々が続きます。そのうちどんどん成績は悪くなっていき、ついには全ての必須科目で落第するという事態にまでなってしまったのです。ラフマニノフの成績に思い悩んだ母は、ラフマニノフのいとこでピアニストのアレクサンドル・ジロティに相談します。ジロティは名ピアニストのリストとニコライ・ルビンシュテインに学び、モスクワ音楽院の教授でもあった人物でした。ジロティの計らいで12歳のラフマニノフはジロティのいるモスクワ音楽院に編入することにします。モスクワではピアノ教師のズベーレフの家に居候することになりました。家では他の弟子たちと共にズベーレフからピアノ演奏の基礎を徹底的に学び、モスクワ音楽院では和声や大法、正教会聖歌などを学んでいました。ズベーレフはとても厳格な指導者として有名でした。規則正しい生活、毎日3時間の練習、脱力とリズムを徹底的に行う基礎練習など、厳格なプログラムによってラフマニノフはみるみる成長していきます。ズベーレフの家には有名な音楽家たちが頻繁に訪ねてきました。その中の一人がロシアの大作曲家チャイコフスキーでした。ズベーレフはチャイコフスキーに幼いラフマニノフの演奏を聴かせ、あの子はおそらく稀に見るピアニストになりますよと言ったそうです。この頃に書かれたとされるのがラフマニノフ初期の傑作、交響楽のためのスケルツォ二単調です。チャイコフスキーはラフマニノフの演奏だけではなく、作曲の才能も認めていました。チャイコフスキーはモスクワ音楽院で作曲の試験官も担当していました。そこでラフマニノフの自作の曲の演奏を聴いて絶賛したと言われています。ラフマニノフはチャイコフスキーのような大物音楽家たちに刺激を受け続けました。
ズベーレフの家に訪ねてくる人々はアントン・ルビンシュテインやタネーエフ、アレンスキーなど当時のロシアを代表する大御所ばかりでしたし、モスクワ音楽院の同級生には後に大作曲家になるピアノの名手スクリャービンもいました。ラフマニノフはもっと音楽に打ち込みたいと考えていました。しかしズベーレフの家にはラフマニノフ以外にも弟子たちが生活しており、2台のピアノが置かれた1つの部屋を交代制で使用するしかなかったのです。そこでラフマニノフはズベーレフに1台のピアノを個室に置いてほしいと直談判したのです。しかしその意見にズベーレフは怒り心頭でした。そしてラフマニノフは追い出されるようにズベーレフの家を出ていくことになったのです。当てのない16歳のラフマニノフでしたが、イワノフカにいた叔母夫婦が引き取ってくれることになりました。しかも叔母夫婦は個室とピアノを用意してくれたのです。ラフマニノフはこの環境を存分に活用し鍛錬を続けました。そして18歳でモスクワ音楽院のピアノ科を首席で卒業、19歳で作曲家も首席で卒業することができたのです。しかもピアノ科は大金メダルというめったに受賞できない栄誉での卒業でした。卒業の時には家から追い出したズベーレフもラフマニノフを抱きしめて「お前が自慢でならない」と声を震わせたそうです。モスクワ音楽院を卒業した1892年、ラフマニノフの代表作前奏曲「英波単調」鐘が初演されました。この曲は熱狂的な人気を博し、ラフマニノフの代名詞となりました。ラフマニノフの勢いはとどまることを知りませんでした。20歳の年には卒業制作で作曲したオペラ「アレコ」がボリショイ劇場で上演されました。この上演実現の裏にはチャイコフスキーの協力がありました。チャイコフスキーが自ら劇場の支配人に掛け合ってくれたのです。さらにはリハーサルにも同席し、駆け出しの若い作曲家であるラフマニノフの意図を代わってオーケストラにも伝えてくれました。チャイコフスキーは卒業したばかりのラフマニノフのことを周囲にこう話していたそうです。彼は将来大物になると見込んでいます。悲観的なラフマニノフはオペラは失敗すると憂鬱でしたが、チャイコフスキーの言葉の通りオペラ「アレコ」の初演は成功しました。そしてキーウでの上演も決まったのです。ラフマニノフはそんなチャイコフスキーの作品にも大きな影響を受けていました。この悲しみの三重奏ト短調もチャイコフスキーからの影響を感じる作品です。アレコの初演からおよそ半年後、キーウでの公演の直前のことでした。ラフマニノフは偶然街でチャイコフスキーに出会います。チャイコフスキーはペテルブルクでの交響曲第6番の初演を控えていて、そのコンサートにラフマニノフを誘いました。ラフマニノフは自分のオペラの公演があるから行くことができないと話すと、チャイコフスキーは笑ってこう言ったそうです。ほら、ごらん、私も君も今は有名な作曲家なんだ。そしてこれが2人の最後の会話となりました。チャイコフスキーがペテルブルクでの公演を休止してしまったのです。ラフマニノフはチャイコフスキーの死を悲しみ、追悼のための曲を書き、コンサートを行いました。この曲もそこで演奏された作品の一つと言われています。
マニノフは22歳の年にある大曲の作曲と向き合っていました。交響曲第1番の作曲でした。これまでになく時間をかけて作ったこの曲は24歳を目前に控えた日、ペテルブルクで初演されることになりました。しかしこれが記録的な大失敗に終わってしまったのです。原因は指揮をしたグラズノフだったと言われています。十分なリハーサルも行えず、グラズノフの指揮もひどいものだったそうで、聴衆の数人は彼が指揮中に酔っ払っていたと証言していました。ラフマニノフの意図とはかけ離れたあまりにもお粗末な演奏と、それを聞いた人々からの激しい非難と中傷がラフマニノフを大きく傷つけました。この失敗によってラフマニノフは作曲家としての自信を失ってしまいます。指揮者やピアニストとして音楽活動を続けていましたが、作曲は下火になっていました。そんな中で何とか作曲したのが運命という名の歌曲でした。名前の通りベートーベンの名作交響曲第5番運命を元にしたものでした。ラフマニノフはこの歌曲をロシアの文豪トルストイの自宅で披露します。しかしベートーベン嫌いだったトルストイからこう言われてしまったのです。答えてみなさい。こんな音楽が誰かに必要とされていると思っているのか？完全否定されたラフマニノフはついに心を閉ざしてしまいます。精神を病んだラフマニノフは催眠療法士ダーリの治療を数ヶ月にわたり毎日受けるようになります。ダーリは毎日ラフマニノフにこう話していました。あなたは協奏曲を書くでしょう。そしてその協奏曲は最高のものになるでしょう。催眠療法の効果があったかどうかは定かではありませんが、翌年にこの有名な代表作ピアノ協奏曲第2番が誕生したのです。このピアノ協奏曲第2番はラフマニノフが28歳の秋、モスクワで初演されました。ラフマニノフ自身がピアノを弾き、ジロティが指揮した初演は大成功を収めました。ラフマニノフが完全に立ち直るまでにはまだ時間がかかりましたが、このピアノ協奏曲第2番によってグリンカ賞を受賞し、一流の作曲家として名声を獲得したのです。29歳の年、ラフマニノフは結婚しました。相手はモスクワ音楽院在学中にズベーレフに追い出されたラフマニノフを快く引き取ってくれた叔母夫婦の娘、ラフマニノフのいとこにあたるナターリアでした。この結婚の前後で作曲されたのが歌曲集12の歌です。結婚後のラフマニノフは音楽家としてのキャリアを順調に積んでいました。
31歳ではボリショイ劇場の指揮者に就任します。しかしその翌年、モスクワに衝撃のニュースが入ります。ペテルブルクで起こった血の日曜日事件のニュースでした。この頃のロシアは日露戦争の真っ只中で敗戦が続いていました。その犠牲になっていたのが貧しい労働者たちでした。そして10万人の労働者が立ち上がり、政府に対して戦争の中止や労働者の権利保障を求め、武器を持たずにデモを行ったのです。しかしその非武装の民衆に対し、軍隊は一斉に銃を発砲。1000人以上の命が1日にして失われてしまったのです。これにより皇帝政府に対する不満が各地で爆発し、ロシアは内戦状態になりました。これを受け、ラフマニノフはジロティら他の音楽家たちと共に自由芸術家宣言を出し、言論や出版の自由と芸術の自治を求めたのです。しかしこれによってラフマニノフは好ましくない人物として政府に目をつけられるようになってしまいました。ラフマニノフは33歳の年、ロシアを離れドレスデンに移り住むことにしました。ドレスデンの滞在中に完成させたのが交響曲第2番です。第2番の交響曲は第1番と打って変わって熱狂的な大成功を収めます。ラフマニノフはこの曲で2度目のグリーン歌賞を受賞しました。そして36歳になった春、ラフマニノフはドレスデンからモスクワへ戻ります。そして同時期にロシア帝室音楽協会の副会長にも任命されたのです。ラフマニノフは多忙を極めていました。指揮者、作曲家、ピアニストとして奔走する日々の中で、ある名曲が誕生します。この年の秋に決まっていたアメリカ演奏ツアーのために作曲されたピアノ協奏曲第3番です。ラフマニノフのピアノによって行われたニューヨークの初演はあまり良い評価ではありませんでした。しかしこの曲の素晴らしさをいち早く理解した人物がいました。それが当時世界最高峰の指揮者の一人だった作曲家グスタフ・マーラーでした。ピアノ協奏曲第3番の3回目の公演はマーラーの指揮、ラフマニノフのピアノ、ニューヨークフィルの演奏で行われ、その名演によって批評家たちのラフマニノフへの評価も上向いたのです。そして翌年の春、37歳のラフマニノフはこの曲をモスクワで初演しました。アンコールではこちらの前奏曲都庁長も演奏したそうです。アメリカから帰国したラフマニノフは引き続き指揮やピアノの演奏に明け暮れる日々を過ごしていました。忙しくまともに休暇も取れていませんでした。そんな39歳の春、学生時代からお世話になった妻の父の体調不良が知らされます。
これをきっかけにラフマニノフは一時仕事を中断することを決めました。そして懐かしいイワノフカに行き、義理の父に代わって農地経営をすることにしたのです。そして夏になり、ようやく作曲できたのが今流れている音の絵とも呼ばれる絵画的練習曲集です。ここからおよそ1年半後、40歳になる年にラフマニノフはイタリアに向かいました。ローマで亡きチャイコフスキーがたびたび使ったという家を借り、朝から晩まで作曲に明け暮れました。その時取り掛かっていた作品が合唱交響曲鐘と、こちらのピアノソナタ第2番です。特に合唱交響曲鐘は聴衆の心を強くつかみ大成功を収めますが、祖国ロシアの批評家たちはラフマニノフの音楽を認めませんでした。ラフマニノフの音楽は一般聴衆の平均的好みを計算してそれに応じているだけだ。ラフマニノフのほとんどの作品はつまらない内容に対して外見の飾り付けを華麗に仰々しくしている。感傷的な情緒から感じられる体験はお粗末で低級でわざとらしいものだ。ラフマニノフは愛する祖国で作曲家として評価がされないことに苦しんでいました。そして1914年、世界的な事件が起こります。オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子がセルビアの青年によって暗殺されたサラエボ事件です。この事件をきっかけに世界は第一次世界大戦へと進み、ラフマニノフも一時予備軍の軍人として招集される事態になりました。国境は閉鎖され、外国旅行はできなくなり、ラフマニノフは戦争の義援金を得るための演奏会にたびたび出演するようになります。サラエボ事件からおよそ半年後に書かれたミサ曲「徹夜島」も初演の全収益が戦争への義援金として寄付されました。戦争の中、ラフマニノフの身近な人々も病で命を落としていきました。1915年にはモスクワ音楽院時代の同級生スクリャービンが43歳で亡くなりました。ラフマニノフはスクリャービンとは音楽の見解が違っていたため、互いを批判し活動を共にすることもほとんどありませんでしたが、スクリャービンの死後は彼の音楽を頻繁に演奏し、その普及に努めました。またスクリャービンの死からほどなくしてモスクワ音楽院の院長だったラフマニノフの師の一人タネーエフも亡くなります。そして翌年の1916年には幼い頃に別れた父も亡くなってしまったのです。ラフマニノフは長期間音信不通だった父を忘れることはなく、父のことを愛し定期的に金銭援助も行っていました。この戦乱と悲劇の中で作曲された曲の一つがボカリーズ英波単調です。
戦争によるロシア国内の混乱はますます深刻になっていきました。1917年にはロシア10月革命が勃発し、殺人や強盗が横行していました。そんな時ラフマニノフは一通の電報を受け取ります。スウェーデンのコンサートエージェントからの演奏会のオファーでした。これを受け取ったラフマニノフはついに愛する祖国ロシアを離れる決心をしました。戦時中や革命中に国内に脱出することが祖国の裏切り行為とみなされることも承知の上でした。そして44歳の冬、ラフマニノフはストックホルムへ向かい、二度とロシアには帰りませんでした。ロシアを後にしたラフマニノフは北欧を経てアメリカに渡り、ピアニストとして絶大な人気を博していました。一方で作曲はほとんどしなくなります。ラフマニノフはその理由をこう話したそうです。もう何年もライ麦のささやきも白樺のざわめきも聞いていないのです。第一次世界大戦が終わり、混乱も幾分か収束した1925年以降、ラフマニノフはヨーロッパでの演奏活動も再開します。ヨーロッパでの活動拠点としてスイスのルツェルン湖の湖畔に別荘を建てました。晩年の数少ない名作パガニーニの主題による教師曲もこの別荘で作曲されました。この頃世界は世界恐慌から第二次世界大戦へ向かう真っ只中でした。祖国ロシアでは裏切り者とみなされていたラフマニノフの音楽は上演禁止となることもあったそうです。それでもラフマニノフは祖国ロシアへの愛を持ち続けていました。ロシアで苦しむ貧しい人々に定期的に金銭や食料を送り続けていたそうです。しかし第二次世界大戦の足音はラフマニノフの間近に迫っていました。1938年にはオーストリアがナチスドイツに占領され、1940年にはフランスも陥落し、いよいよラフマニノフのいるスイスにもナチスの勢力が忍び寄ってきたのです。そんな中、69歳のラフマニノフはニューヨークのロングアイランドで生涯最後の名作となる交響的舞曲を作曲しました。69歳の年、ラフマニノフは家族と共にカリフォルニアに移り住みます。演奏活動は50周年を迎えていました。ラフマニノフは、私から演奏会を取ったら死んだも同然だと精力的に演奏活動を続けていました。しかし年齢とともにラフマニノフの体は徐々に衰えていきました。ひどい咳が続き、脇腹には痛みも感じるようになります。痛みに耐えながら演奏を続けていましたが、ついにピアノを弾けなくなってしまいました。ラフマニノフの体からはがんが見つかり、すでに末期の状態でほとんどの臓器に転移していました。意識がある時間も日に日に短くなり、ついに昏睡状態に陥ってしまいます。
そして1943年3月28日、ビバリーヒルズの自宅でラフマニノフは69歳の人生に幕を下ろしました。ここまでラフマニノフの名曲と人生をご紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけたという方はぜひグッドボタンを押してください。動画の感想はぜひコメントで教えてくださいね。この作曲家紹介シリーズはこれまでにもたくさん出しています。概要欄にこのシリーズの再生リストを載せていますので、まだ見ていないものがあればぜひ見てくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の紹介や有名曲の解説などを配信しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！